お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が戦時下における防空の大型新鋭砲として開発し、終戦後に米軍を驚愕させた幻の高射砲、五式15センチ高射砲の解説をする。とうとう口径が15センチ級になったな。実際の口径は15センチとはちょっと違うんだが、なぜその規模の口径となったのか、その理由も含め、B29 という大物を標的とした五式15センチ高射砲について話をしていこう。五式15センチ高射砲は何がきっかけで開発されたの？先ほども話題に出た、B29 だ。アメリカが超高度の空域を飛行する爆撃機を開発したとの情報に接し、大日本帝国陸軍、これ以降は帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍は急ぎ対応策を協議した。その結果、地対空兵器の範囲においては、まずは3式12センチ高射砲の生産数増加を図るべきだとする意見が主流を占めた。3式12センチ高射砲の解説は当チャンネルで以前にアップしておりますので、ご興味のある方は概要欄の URL からどうぞ。3式12センチ高射砲で B29 に対抗できそうだったの？結論から言うと、B29 の性能の実態が明らかになるにつれて、帝国陸軍は不安を強めていった。どんな点で3式12センチ高射砲に不安があったの？端的に言うと、射程が足りない可能性があったんだ。帝国陸軍が掴んだ情報では、B29 は最大で高度15000メートルを航行すると判明したんだが、3式12センチ高射砲は有効射程が高度1万キロ弱だったので、確実に撃墜できるかは不透明な状況だった。そこで、帝国陸軍は B29 を撃墜するために必要な最大射程として2万メートルを基準として設定し、この射程を実現できる高射砲はどのような火砲かを検討した。その結果、投射弾量、初速なども勘案の上で、口径は15センチが必要である、という試算が出された。これを受け、帝国陸軍は口径15センチの高射砲開発に着手することとなる。さっきから最大射程と有効射程の単語が混在してるけど、どう違うの？帝国陸軍の基準で回答すると、本件で言えば、最大射程は高射砲から弾丸が真上に射撃された時に到達する高度で、他方、有効射程は最大射程の約8割として設定されていたそうだ。なんで有効射程は最大射程から8割に下げるの？高射砲の撃ち方の問題なんだが、真上に射撃する時に砲弾が最も高度に届くのに対し、高射砲を斜めにして射撃すると、砲弾が届く高度はそれよりも低くなるんだ。それに加えて、最大の高度に達した時の砲弾は速度をそれだけ失っているので、標的である航空機に損傷を与えられる程度の速度という点も考慮して、帝国陸軍は最大射程の他に有効射程という基準を設定していたらしい。初速を大きくすれば高度の空域でも航空機を撃墜できるのではないか。その点も五式15センチ高射砲で考慮され、苦悩された点でもある。すなわち、高度の空域の標的を狙うために、初速を大きくできれば良いんだが、初速を大きくするとそれだけ方針にかかる負担が増大し、また、薬室の容積も影響を受けてしまう。なので、方針の耐久力、確保したい創薬量、確保したい薬室面積を勘案すると、実現できる初速にはどうしても限界が出てくるので、五式15センチ高射砲はその限界を追求し、初速は950メートル毎秒を目指そうということになった。何かの性能を取るには何かの性能を犠牲にせねばならんわけか。さらに、初速の増強は火砲の寿命を縮める効果もあった。なんで寿命が縮まるの？初速の増強は、薬量の増加により火砲内の熱量を増大させ、砲身内の圧力を高め、砲身を速いペースで損傷させることとなるからだ。その結果、せっかく増強した初速が弱まってしまうという浮き目に遭う。ダメじゃないか、なんとかならんのか。帝国陸軍は特殊鋼の改良で何とかしようとしたが、そこまで技術が追いつかなかったので、損傷した砲身を別の砲身に容易に交換できるよう設計することで対応を図った。ゼロベースで作ると時間かかって B29 の対応に間に合わなくない？帝国陸軍はそこも承知していたので、
先ほど言及した3式12センチ高射砲をベースに開発するという手法を採用し、3式12センチ高射砲の開発担当者を続けて5式15センチ高射砲の開発担当者に指名した。3式12センチ高射砲と構造は全く同じなの。異なる箇所も存在し、特に5式15センチ高射砲は砲弾や装薬量が大きいため、弾薬の装填システムに新たな工夫が施され、全自動で装填を行うシステムが開発されて、搭載された点など、異なる箇所もある。3式12センチ高射砲の担当者はスムーズに新しい高射砲を開発できたかな。怒涛の突貫作業だった。すなわち、設計図面が全て完成してから工場に図面を回すともはや遅いので、特定の箇所の設計図面等の図書が完成したらすぐに軍需工場に当該図書を回覧して、その都度製造に着手してもらうという方式で進めた。その図面があれば軍需工場は製造できるの？いや、その図書に基づいて、軍需工場ではさらに細かい図面を作成しなければならないので、実際の製造も考えると要求される労働力は非常に大きかった。いつ完成したのかね？昭和20年3月、大阪陸軍造兵廠で一番砲が完成した。そのまま撃てるの？いや、まだ各種試験が残っている。街中で高射砲の射撃試験を実施すると住宅に被害が出る可能性もあるため、帝国陸軍はわざわざ5式15センチ高射砲を試験射撃するための試験場を整備した。高射砲の試験場って何を整えるの？まず、安全性が確保できる場所が重要となるので、帝国陸軍は適切な土地を探し、静岡県の太平洋岸地域の村を選定したので、軍用地としてあっという間に当該地域の試験場用地を買収した。さらに、当然ながら用地を買収しただけでは試験ができないので、必要な各種施設を建設し、分解された高射砲等を搬入するための道路敷設も行われた。当時の陸軍の力を垣間見るようだ。大阪の1番砲、広島の2番砲が相次いで射撃試験に供され、その最大射高などが検査された。計画の2万メートルはクリアできたの？試験において、クリアできた。そして、ようやく高射砲陣地に配備されることとなる。どこに配備されたの？東京の久我山だ。高射第一師団に配属となった5式15センチ高射砲の2門は、軍需工場から応援に来たエンジニアたちの力も借りながら陣地に据え付けられ、電源用の発電機、各種器具や砲弾等が搬入され、射撃可能な状態まで、これも怒涛の突貫作業で遂行された。3問目はなかったの？製造途中のものが空襲で破損したので、実動に至ったのは2問にとどまったらしい。B29 を撃墜できたのか？この点が諸説あるんだ。熟練の砲兵らによって運用された5式15センチ高射砲は、帝国陸軍にとって新鋭のレーダーも備え、編隊飛行する B29 を撃墜したとの指摘もあれば、いや米軍記録からするとそれはないという指摘もあり、さらに言えば、米軍は5式15センチ高射砲による砲撃を高射砲のものとはまさか思わず、戦闘機による攻撃と誤認し、米軍は久我山周辺に対する空襲を中止したという説もある。いずれにせよ、5式15センチ高射砲は帝国陸軍が粋を極めて爆速で開発した最新鋭の高射砲であり、残念ながら生産数と快適の数が非常に少ないまま終戦を迎えてしまった。ある意味で幻の高射砲となってしまった。終戦後、帝国陸軍の軍備を調査した GHQ は、5式15センチ高射砲を見て驚愕し、設計に関与した帝国陸軍の将校に詳細な説明を求めるなど、米軍にとっても驚くべき高射砲として関心を集めた。さて、以上の通り、5式15センチ高射砲の解説をしてきたが、戦車や火砲を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹事が、帝国陸軍の中枢たる参謀本部で暴れ回るも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。
満州事変で油の乗り切った石原幹事が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官を免罵して爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹事がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。